2023年1月29日日曜日、八王子市南大沢の由木中央市民センターにやってきました。 SRC 相模原鉄道模型クラブの運転会に電吉コレクションのセクションジオラマを持参しました。動画では積み下ろしの風景をちょびっとだけご紹介しています。ニトリのベッド下収納箱にはメインになる樽の屋駅が4つのセクションに分かれて収納されています。今日は機関区も持参したんです。はーい、電吉クラブです。家宝は寝て待て、昔から言われる言葉ですが、待った甲斐あって加藤から113系1000番台横須賀色の発売予告がありました。先日秀久光さんからいただいたコメントで、加藤は寝て待てと言われてますよってお聞きして爆笑してしまいました。今回は南大沢の SRC 相模原鉄道模型クラブの運転会で113系の仲間たちの走行風景を中心に動画を撮らせていただきました。15両編成が泊まれる駅に電吉クラブの113系コレクションが走ります。どうぞ最後までお付き合いください。ご覧のように台車で駅やレールを会場に運び込みます。このように規格のあった同サイズの箱を多くして運びやすさを考慮しています。そしてこんな工夫も。現地の音声をお聞きください。じゃあすいません、お願いがありますけど、この中にこういった形で線路とか入ってますので、これをここにねレール名が書いてあるんで、こうひっくり返してこの状態でここにこういうふうにダーッと並べてもらうと、必要なものをパッと取りこれて、レイアウトを作るのが早いです。よろしくお願いします。それでは SRC メンバーの皆様による電吉クラブの組み立てレイアウト公民館バージョン、作業風景は5倍速でお届けします。テーブル上お座敷レイアウトの中心は何といっても15両編成が泊まれるメインステーション樽の屋駅です。樽の屋駅の位置が決まらないとレールをつないでいくことができません。よって真っ先に樽の屋駅を組み立てていますね。駅は何回か電吉クラブチャンネルで組み立てていますが、70センチ長さのセクションが4個で構成されていますので、それらをどんどんつないでいきます。ほらほら、どんどんメインになるステーションができていきます。割と簡単にできるんです。メインの樽の屋駅が設置できたら、そこからトミックスファイントラックの線路をつないでいきます。今回は会議用テーブル2個を1組にして6組をこの字型にした今までにやったことのない配置にしてみました。これは3月に橋本駅前のイオンモールで開催される橋本公民館祭りでの線路配置をシミュレーションしてみたんです。ただいま高架橋レールを敷設中。鉄橋付近では立体交差もあるし、トラック中央付近には10両編成が止まれる一ノ谷駅も設置しました。そして仲間の皆さんが今 DC フィーダーを複線の内側外側の両方に設置してくれていますね。内側はサウンドボックス付きの加藤のパワーパック DX、 外側はトミックスのワイヤレスパワーユニットをつなぎました。はい、こちらは電吉コレクションの113系東海道線と横須賀線です。加藤信者のくせに113系はトミックスです。トミックスと加藤が共作している車両で、加藤ではなくトミックスを選んだのがこの113系から始まり、115系、415系と続いた近郊型電車の一群は加藤ではなくトミックスを買っていました。その理由は後で述べるとして、当時の仕様はこんな感じ。もう20年以上昔でしたね。でもこの運転席上にある滑り止めのグレーは製品になくて緑一色の屋根上になっていました。それからクーラーは
昔 BS ジャパンでやっていた鉄道模型チャンネルの牛久保さんに感化されてアルファモデル製に交換してあります。カプラーは当時アーノルド・カプラーが嫌な人のために加藤カプラー N が出てきていたので、僕は迷わず加藤カプラー N に交換していました。この後密連に見えるジャンパー線付きの加藤カプラー N が発売されるわけです。トミックスを選んだ理由、気になりますよね。なんといってもシールドビーム、ヘッドライトの大きさなんです。後で加藤製もお見せするので比較してくださいね。側面の窓もサッシ窓の銀と扉窓の H ゴムのグレーが塗り分けてあるのがトミックスの方で、加藤の方は全部シルバーだったんです。それとこのクーラーですかね。トミックスは取り外せたのに加藤は屋根と一体成形だったんです。塗り替えないと気が済まない僕はモーターがいくら良くっても取り外しできない方を選ぶ選択肢はありませんでした。バンダイのチョイスはあの当時加藤もトミックスも最新鋭だった2000番台ばっかりでユーザーに選択肢はありませんでした。2000番台が嫌なわけではありません。だけど113系といえば2000番台しかない。横須賀色では1500番台しかない。同じ窓配置。これだと面白くないわけで0番台とか出てほしいなと思っていたんです。これは平成になってから登場した2階建てのグリーン車です。211系に登場した2階建てグリーン車の113系版でした。こんな形で当時人気だった113系湘南色をコレクションしていたんです。続いて横須賀色の113系です。横須賀色も同じようにトミックス製でコレクションしています。全く同じようなコンセプトで2階建てグリーン車が登場した後の平成時代の編成になっています。長年活躍した系列には新編成もあるもので、特急型のグリーン車を格下げして扉を増設して編成に組み込んだ変な子がいたこともあるんですが、それを5月発売予定で加藤が製品化するそうです。このトミックスの横須賀色はシートピッチ改良型の側面なので1500番台なんでしょうが、そうなると顔の印象が違っています。1500番台ならヘッドライトの位置がもう少し上だと思うのですが、それが再現されていません。僕が買ったかなり後でトミックスは正しいヘッドライト位置の1500番台を出し直しているようです。それに買い直したいところですが、チラシを見ては安いスーパーに買い物に行くかみさんに申し訳ないので我慢しましょう。それとこういうところにジャンパー線とかつけているのは、これは加藤がジャンパー線パーツを売り出してくれた恩恵です。ピンバイスで穴を開けて古いトミックス車両にも取り付けています。 TN カプラーはジャンパー線がついてもこうして触れるのがいいですね。それでは11両編成の基本セットは一旦ここで片付けて増結セットを除いてみましょう。増結4両は当時平日朝夕の通勤時間帯などに15両編成を走らせるための4両編成の付属編成のことです。ちょっとここに211系がいますが、ここは無視してこちらにトミックスの113系湘南色とスカ色の4両編成を収納しています。実際に15両編成を組むときは基本セットを10両つないだら11号車はこれを使って12、13、14号車とし、15号車には基本セットの11号車をつなぎます。付属編成のクハ111はヘッドライトユニットを非点灯にしてあるからです。113系長大編成、もう模型でしか見れないのでコレクションの中でその勇姿をいつまでも楽しみたいものですね。箱から出してみました。こちらは1978年以降に登場した113系2000番台というスマートなグループです。このグループの特徴はそれまでちょっと狭かったシートピッチを少し広げたことで、それまでの車両と窓割りが変わりました。いわゆるシートピッチ改良型と呼ばれるグループです。電気地加工としては屋根を軍艦色丸2で塗って、おでこの滑り止めのグレーもタミヤのガンシップグレーに塗っています。デフォルトは緑一色だったんです。
それからクーラーの一部、こことこことこことこの辺ですね。ちょっとデザインの違うクーラーが積まれています。アルファモデルというメーカーが出してくれたクーラーのバリエーションを楽しんでいます。日立、東芝、三菱でクーラーのデザインが違うところが面白くて交換してしまいました。トミックスの113系はシールドビームの大きさなどの全体の印象把握が上手だったですよね。手に取ってみましょう。こちらは熱海寄りの先頭車です。ここにトイレがありますね。シートピッチ改善型の窓配置になります。こちらが東京寄りの先頭車です。ジャンパー線を足してあります。113系では編成が長いので両端のクハとサロンにトイレがありました。こちらが11両の基本編成で、平日昼間や休日は基本編成だけで走ることが多かったですね。こちらの4両は付属編成で東京寄りに連結されるんですが、平日のラッシュ時とかに増結して15両の長大編成を構成しました。113系は1963年に登場した111系近郊型電車のモーター出力をアップして翌年の1964年に誕生しました。ここにこんな2階建てのグリーン車がいますが、これの誕生は1989年なので約30年近くも増備が続いた系列だったんです。そして東海道線東京口からの引退が2006年なので111系から数えると43年間も東海道線に君臨していたことになります。僕は2階建てグリーン車が登場した平成になってからの有志をコレクションしているんです。こちらは先ほどの113系2000番台湘南色とほぼ同じ時期に買った横須賀色の編成です。シートピッチ改良型1500番台です。横須賀線は1979年に東京地下駅が完成して総武線との直通運転を開始しますが、その準備として1969年まず AA 基準という不燃性難燃性材料を使って製造された1000番台が登場していました。総武線電車が東京地下駅に乗り入れたのは横須賀線直通運転開始の5年前1972年のことでした。そんな歴史の中でまず活躍を始めたのが1000番台。今回加藤が5月に発売すると発表した電車です。少し顔に相違点があります。その相違点とは大本の位置なんです。大本の位置が模型はヘッドライトのすぐ横にあるのに対して1000番台はもっとずっと下の方についていました。模型はシートピッチ改良型なので1500番台のつもりでしょうが、1500番台ならヘッドライト大本の位置がもう1ミリ弱は高くないといけないのに、そこは再現されていません。現行製品は型を作り直して対応しているようです。僕のコレクションは残念ながら古いままの仕様なんです。湘南色の2000番台と型を使い回してしまったようなんです。当時はそういうのも許されたんですね。で、加工したのは屋根上の軍艦色マルニエの塗り替え、クーラーの一部交換、おでこの滑り止めのグレーなどになります。デフォルトではこのグレーがなくてブルー一色に塗られていました。あとはジャンパー線を東京寄り先頭車に取り付けてファンタをグレーに塗ってカプラーを加藤カプラー N に交換。この時代にはまだカプラーの選択肢はなかったと思います。なのでいずれ加藤カプラーでも電連を模したタイプに交換したいと思っています。横須賀線の方も平成になってからは2階建てグリーン車を連結していましたので、サロ124とかサロ125を組み込んで11両基本編成を組んでいます。で、横須賀線も東海道線と同じように平日の昼間と休日は主に11両編成で走りましたが、平日のラッシュ時にはこちらの4両編成の付属編成を連結して15両の長大編成を走らせていました。付属の4両編成ですが、
東海道線は東京寄りに増結したのに対し、横須賀線では横須賀寄りに増結する違いが見られました。これは増解決作業をする逗子駅の構内配線によるもので、留置線が横須賀寄りにあるためと言われています。さて話は変わって、横須賀線と東海道線の電車ってただの色違いと思うとそうではなくて、ブルー足すクリーム、グリーン足すオレンジの塗り分け位置を微妙に変えてあるんです。こうやって見るとよくわかるんですが、オレンジの幅がクリームの幅より明らかに広いんです。わかりますか？わかりますよね。クリームの幅は狭く、オレンジの幅は広いんです。こうして似て非なる魅力にやられてしまいました。これ面白いのは、オレンジ幅を横須賀線と同じように狭くすると、東海道線の急行型電車の塗り分けになるんです。これ東海道線の急行型153系電車ですが、ほらツートンのカラーの比率が一致しているでしょ。面白いですよね。そして急行型と近行型を比べてみると、ほらオレンジ色の幅が明らかに違います。本当に面白いですね、こういうところ。N ゲージのブランドって大きいところでは加藤とトミックスがあるんですが、同じ系列が双方から発売されたらどっちを選ぶのってところ、それぞれの N ゲージャーの好みに分かれますよね。僕の場合はほとんどの場合加藤を買ってきました。自他ともにゴリゴリの加藤信者だったからです。ですが長い N ゲージライフの中で加藤を避けた系列があったんです。それが今回紹介している113系なんです。当時の加藤の113系は1両もないのですが、ここに加藤の115系の戦闘車が1両だけあるので見ていただこうと思います。トミックスの戦闘車と比べてみると、ほらヘッドライトの大きさが違います。明らかに違うの分かりますよね。どうですか？左が加藤で右がトミックスです。シールドビームの大きさ、この時代の近行型電車の特徴って、ヘッドライトがシールドビームに変わってぐっと小さくなったのが僕の頭の中の印象でした。これに対してこの加藤の中途半端感がこんなの違うって思ってしまったんです。それとこの辺も見てください。このお顔のクリーム色と側面のクリーム色の印象が違いすぎ。加藤にもこんな時代があったんですね。色に関してはトミックスも似たようなもので、これはそうでもないですが、こちらは正面と側面のクリーム色の印象が違います。2大メーカーにもこんな時代があったんです。そんな中でもシールドビームの印象とクーラーが外せて塗りやすいことから僕はトミックスを選びました。113系とこの115系の湘南色、スカ色、ミノブ色、そして415系近行型電車、この手の顔の電車は全て加藤を見送っていました。ただし加藤も最近になってリニューアルした系列からシールドビームが印象通りになったので、加藤製も買い始めたところです。加藤信者ですからね。なんでそんなに加藤を選ぶのかといえば、やっぱり何といっても昔は圧倒的な走行性能の差でしたね。トミックスも含めて他のメーカーの車両の走りと一線を画していたのが加藤でした。なので他のメーカーの車両に走行装置を加藤に入れ替えてしまっている車両もあるほどなんですよ。ここに来てトミックスを中心に走行装置が良くなってきたので、加藤信者とかトミックス信者とか言わないで、欲しいもの、いいものが出たら買えばいいと思います。お小遣いの許す範囲ですけどね。当時の加藤の近行型電車 H ゴムがサッシと同じ銀だったので、僕は面相筆でライトグレーに塗り替えていますね。当時の加藤の製品はこの製品だけじゃなくて、急行型でも特急型でも
ドア窓が銀でしたね。金鋼型ほど目立ちませんでしたが、金鋼型は H ゴムの色が気になって僕はライトグレーを丁寧に筆差ししたんですが、ほらちょっとはみ出しちゃっていますね。細心の注意をして塗るんですが、スキルの限界でしたね。こんな時代もありました。今はね、印刷技術も向上したので、銀は銀、グレーはグレーで印刷してくれています。こんな苦労はしなくてよくなりました。メーカーの努力に感謝です。それでは3年前にリニューアルした加藤の113系です。改良されてフルリニューアルになったので購入しました。ご覧ください。ここからここまでが11両基本編成になります。で、この1両は晩年平成になってから装備された2階建てグリーン車で、トミックスの車両ですが、カプラーを加藤のボディマウント型に交換して編成に加えてあります。この辺のグリーン車とこうやって差し替えることで違った雰囲気の編成を楽しむことができます。この11両セットですごいなと思ったのがこれ、サハ111なんですが、この車両だけがユニット窓ではない非ユニット窓になっています。窓の仕様が違うのがわかりますか？残りの10両はユニット窓なんですが、これだけは非ユニット窓が再現してあるんです。加藤がプロトタイプに選んだ編成がそうなのでしょうが、それにしても加藤の本気にのけぞってしまいました。それまでの加藤は新しい形式ばかりを追いかけて2000番台ばかり作っていましたから、加藤もトミックスも。こういうところに僕はマイクロエースの影響を感じます。マイクロエースが参入してきてマイナーな形式を模型化する、そうしたことが刺激になってこういう車両を加藤も作るようになってくれた、そんな風に感じています。例えばこれ、相鉄6000系にたった1両存在したアルミ試作車、副運転台の401系や大目玉時代の415系、153系に2両だけ存在したステンレスのグリーン車、ED74、ED77 などの少数派電気機関車、1両だけ丸めで印象が違った DD51 のトップナンバー、1編成しか存在しなかった初代近鉄ビスタカー、しかも事故にあって印象が変わった戦闘車まで製品化しました。そんな意味でマイクロエースの参入は大きかったと思っています。電吉クラブの113系東海道線、加藤の編成でした。いくつもの製作技術の革新を経て出してきた加藤の113系、素晴らしいですね。こんな収納ケースでコレクションしています。箱から出して並べてみました。加藤の113系0番台、1974年あたりから製造された新生冷房車主体の編成です。加藤もついに最新の2000番台ではない往年の番台を模型化してくれる時代になったんですね。本当に嬉しいです。ほら、こんなところに小さな窓が入っていますよね。2000番台ではこれがなくなって、この分がシートピッチ拡大に寄与したんですね。こちらの11両が基本編成、こちらの4両が15連になる時の増結編成という構成で、こちらにモーターが1両、こちらにはゴムタイヤがないモーターが1両という仕様です。で、屋根上も加藤にしてはやや暗い色になったので、この元の色を生かして墨入れブラウンでウェザリングしてあります。クーラーとベンチレーターは色を変えてブラックで墨入れ、電吉仕様化してあります。で、この編成なんですが、やっぱりこちらの2階建てグリーン車が入った平成の編成も楽しみたいので、こちらはトミックスですがカプラー交換をして1両準備してあります。ですからここに2両あるグリーン車のうち1両をこれに入れ替えて、平成になってからの最後の活躍も楽しめるようにしてあります。ほら、カプラーも加藤のボディマウント式に変えてあるでしょ。2019年12月でした。加藤からリニューアル113系湘南色が発売された時に
横須賀色の発売もあるぞって確信したんです。それ以来箱だけは準備して待っている状態。加藤は寝て待て状態が続いていました。そうしたらやっとここで2023年5月発売予定でリリースされました。嬉しい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 。思わずはしゃぎ回ってしまいました。これその時に準備しておいた横須賀色の空箱です。僕がどんなに横須賀色の発売を待っているのか分かってもらえますよね。ほらまっさらで。今回の横須賀色は1000番台で特急型からの異端児的なグリーン車も1両入るそうです。楽しみですね。はい、この113系の引退は2006年東京口から姿を消しました。基本11両足す付属4両の15両長大編成はこれで見納めとなりました。その後2011年に JR 東日本から最後の113系がいなくなりましたが、これは千葉だったそうです。千葉管区だったのでこの色ではなくてスカ色でした。その後もまだ JR 西日本や JR 四国で見ることができました。僕のようなオールドファンにとって日本の高度経済成長時代を支えてきた電車の引退は寂しい限りなんですが、この当時の電車は性能的には今のステンレスの新型電車には全く及びません。音もうるさいし速度も出ないしコイルバネなので揺れも激しいしと、僕なんかは長年この電車にお世話になった身なので残念で仕方ないんですけど、それはもう時代の流れなので、あとはその電車を忍びたければこうやって模型で楽しめばいいんだと僕なんかは思います。ここからは113系の走行シーンをご覧いただきます。まずは2019年にリニューアルして発売された加藤の編成です。1月29日、南大沢の運転会に集まった SRC のメンバーは15名。節分談義に花が咲いてとっても賑やかでした。これを買っただの、あれが欲しいだの、製品の発売情報満開です。鉄道とは金を失う道と書くんだそうで、金を失ってもかみさんに怒られてもおっさんたちの鉄道愛はとどまるところを知らないようです。こうした素敵な空間に入れることに心より感謝ですね。画像では加藤の最新の113系が15連で鉄橋を渡っていきます。加藤の113系白っぽい H ゴムの表現が僕の思い出の中に生きている往年のイメージを印象深く捉えてくれました。最高です。今年5月の横須賀色の発売を家宝は寝て待ちましょう。レイアウト中央の中山道線樽の屋駅に113系が帰ってきました。今度は113系同士の共演です。手前に来るのが加藤の編成です。4号車のグリーン車を2階建てのサロ124に組み替えてみました。今度はトミックスの15両編成です。加藤の15両編成との共演です。お互いに兄弟編成なのでなかなか見事な離合シーンが撮れました。湘南色ですが、僕なんかは神奈川県から静岡県にかけて栽培されているみかんとお茶の色がカラーリングに採用されたという認識なんですが、平塚に長年住んでいたかみさんと話すと、ああ、かぼちゃ電車でしょって言うんですよ。動画ではトミックス編成が一ノ橋駅を通過していきます。
今度は加藤の15両編成も一ノ橋駅を通過していきます。一ノ橋駅は12両編成までは止まれる対向式の中間駅なんです。次は大鉄橋で15両編成同士の離合シーンです。まずは加藤。互いに警笛をかまし合って今度はトミックス編成がやってきました。堂々の15両編成同士の交換風景、東海道線ならではですね。今度は樽の屋駅を別のアングルから撮影してみますね。しばらくレイアウトを走り回った電車が樽の屋駅に到着します。樽の屋、日野原線お乗り換えです。今度の日野原線おいで行きは1番線にお回りください。今度は同じ113系ながら東海道線と横須賀線の共演です。2階建てグリーン車を組み込んだ東海道線は加藤の編成です。聞こえているのは加藤のサウンドボックスが奏でる走行音です。サウンドボックスの登場で N ゲージ運転会の楽しみが倍増しましたね。トミックスの横須賀線編成がゆっくりとやってきました。こちらも15両の長大編成。これから大鉄橋を渡っていきます。この鉄橋を渡る線路の響きはレールジョイント音というサウンドカードに収録されています。鉄橋を渡る音最高です。横須賀色のブルータスクリームのツートンもこの電車にはよく似合います。こちらも2階建てグリーン車を組み込んだ15両編成なんです。東海道の15両編成との離合いかがでしょうか。また東海道線の15両編成がやってきます。加藤編成です。このトミックスの 560mm の大鉄橋が連続するシーン大好きです。横須賀線の電車がやってきました。色違いの離合いいですね。こうなると5月に発売される加藤の1000番台編成がとても楽しみなんです。秀久光さん、家宝は寝て待ちます。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。本日の動画はこれで終わりです。もし動画を気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。後で画面中央に157系鉄分マークが現れますので、それをタップしていただけるとチャンネル登録できます。またベルマークをオンにしていただけると最新動画をご案内できます。それから動画への評価やコメントも楽しみにしてお待ちしています。鉄道や鉄道模型が大好きな皆様からのコメントは動画を作る励みにもなります。僕の知らなかった情報もたくさんいただけてとても助かっています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。